はいどうも皆さんこんにちは、しおぽんです。今回はですね、今話題のあるコントローラーを購入したので、僕はそちらのね、開封動画を撮っていきたいと思います。でね、そのコントローラー何なのかっていうとね、こちらの、じゃーん、ブリッツ2っていうね、中華製のコントローラーですね。はい。今回はね、こちらを開封していきます。はい。ということで、開けていきます。じゃーん。おー。こうか。青してた。やべ。青してた。はい。こんな感じですね。いいね。なんか、デザインはちょっとね、おもちゃ感があるような気はしますけど、ビッグビッグオンっていうね、会社のあれみたいですね。こちら、開けていきます。じゃーん。あ、意外とちっちゃいか。これなんかスティックにさ、これ保護ついてんだけど、これも取れるのかな。スポンジがついてますね。はい。こんな感じで、いいですね。まずね、ボタン配置が、こう、Xbox 型になってるのと、これのボタンも Xbox の、あれですね。A が逆に下になってるっていう形の、はい、あれですね。これね、このブリッツ2の特徴、まずね、ここにさらにボタンがあるの。このね、LR ボタンのさらに奥にボタンがあるのと、あと背面ボタンですね。こちらの、ここにね、背面ボタンがあるということで、実際持ってみます。押しやすいですね。いいかも。でもなんか、ちょっとむずいな。ちょっとむずいな、これ。でも背面は押しやすいですね。ただ、この奥のボタンはちょっと、俺が手ちっちゃいのかわかんないけど、ちょっと押せなさそうだな。人差し指っていうよりは中指で押す感じかな。でも中指で押すなら多分、こっちの R2、L2 の方を押しちゃいそうな感じが、今触った感じだとしますね。スティックもまあ、普通の感じで柔らかいですね。持った感じはとりあえず良さそうですね。こちらね、USB、多分、ドングル。無線接続のやつかな。すごい。ちゃんとここに、中にスティックの替え、と、ボタンの十字キーの替えがありますね。なんか変わるのかな。一旦最初はね、何もカスタムしないでやりたいと思いますけど。この箱は何なんだ？開けてみよう。ケーブルですね。有線ケーブルです。どっちの方がいいんだろう。一旦有線でやってみようかな。有線の方がやっぱ安心するんでね。よし。じゃあちょっと早速ね、接続していきたいと思います。はい、ちょっとね、あれから1ヶ月弱ぐらい経ってしまったんですけど、ちょっとね、いろいろテスト期間とかでバタバタしちゃってて、ちょっと動画撮れてなくて。でいろいろね、このね、ブリッツ2のコントローラーを使ってね、いろいろ試してみたんですけど、結論から言うと、このコントローラーちょっとね、フォートナイト向きじゃないのかなっていう風に感じました。でね、その理由をね、これから説明していくんですけど、まず簡単に言うとね、この右スティックが、すごいね、フォートナイト向きではないっていう風に感じて、このコントローラー結構 Apex 界隈ですごいめちゃめちゃいいコントローラーって言って評判が高いんですけど、その理由としてね、めちゃめちゃ細かいエイムがね、しやすいんですよね。なんかスティックの微調整がめちゃめちゃ効くので、この細かい中でのこのエイム、こういう風にね、めちゃめちゃ調整しやすいんですよ。ただ、スティックを全部倒した時とかのエイムが、ちょっとしづらいというか、なんか倒れすぎちゃうんですよね。なんか細かいのはできるんですけど、その分一定以上倒した時に、すごい勢いよく視点が進んでしまうので、このフォートナイトみたいなめちゃめちゃ視点を動かすゲームにはちょっと向いてないなっていう風に、感じたわけなんですよね。実際僕もいろいろ大会とかもね、やってみたんですけど、そういう風に感じた部分は結構あって、ちょっとそういう面でね、このコントローラーはちょっと、向いてないのかなという風にね、ちょっと思いました。ただ、その Apex とかね、そういうゲームにはめちゃめちゃ使えるコントローラーだと思うので、もしね、Apex もやってるよっていう方がいたら、ね、このコントローラーは結構買う価値があるのかなという風には感じましたね。個人的な感想なので、実際にね、試してみないとわからない部分はあると思うんですけど、ってな感じですね。あともう一つ、ちょっとやりにくいなって思ってしまったのが、背面ボタンですね。背面ボタンめっちゃ押しやすいんですけど、なんかその分、逆に押しやすすぎて、押し間違いがちょっと多くなってしまうというか、これはね、僕の慣れの部分もあると思うんですけど、ただなんて言うんだろうな、とっさに壁張ったりしなきゃいけない時とかに間違えてぶっ遅延しちゃって、それでショットが持ててないみたいな状態とかっていうのがね、結構あったので、僕の中で。ちょっとそれがね、ちょっとやりにくいなっていう風に、思ってしまいましたね。はい、そんな感じですかね。ただでも欠点としてはこの2つぐらいで、他はね、めちゃめちゃ反応速度めちゃめちゃ速いし、この R2 とかのクリックがマウスみたいな感じにカチカチになる感じのやつなので、めっちゃ反応もいいし、押しやすいしっていう感じで、すごいね、使ってて、しっくりくるコントローラーではあるんですけど、ちょっとね、いかんせん、フォートナイト向きではないのかなというふうに
は感じました。あと個人的にはね、タッチパッドがないのがね、ちょっとまあ残念だなっていう部分もあって、タッチパッドって意外とね、押しやすいんですよね。人差し指で押せるボタンがさらに増えるっていうのは結構でかくて、そんな中でね、タッチパッドがなくて、こういう Xbox 配置っていう面ではね、ちょっと残念なところなのかなというふうには思いましたね。ただね、本当に、2000Hz なので、めちゃめちゃね、遅延はないですし、超低遅延なんですよ。なんで、すごい建築とか編集しててこう、楽しいですし、そういう面ではね、めちゃめちゃ最初いいコントローラーかなって思ったんですけど、ちょっと次第にやっていくうちにね、どうしてもこういうやっぱスティックの感じだったりとかは、なんかやっぱ向き不向きがあるなって思ったので、はい、こういう結果にはなってしまいましたね。あとね、この上のボタンね、これ、中指で押す感じのやつなんですけど、これはね、でも、意外とその干渉しないっていうか、ここの奥のボタンを押そうとした時に、他のこういうボタンを押してしまうかって言われたらそうでもなさそうだったんで、このボタンに関してはね、結構いいのかなというふうに思いました。でも、ちょっとね、僕は、このボタンの使い道がちょっと、このフォートナイト内で見出せなかったので、ちょっとね、使ってないですけど、ただ、慣れたらね、押しやすいんじゃないかなというふうには思います。ということでね、僕はもう、このコントローラーを今は使ってなくて、もう今まで使ってた、こっちとね、PS5 のね、純正コントローラーを、現在は使っておりますね。ってな感じですかね。ただね、やっぱでも、このスペックで、普通に Amazon でね、1万円ぐらいで買えるっていうのはとても魅力的だとは思うので、一度ね、試してみるっていうのはありかもしれないですね。他の背面コントローラーに比べたら、非常に試しやすい価格ではあると思うので、そういう面ではね、買ってみるのもありなんじゃないかなというふうには思いました。ということでね、今回は、このブリッツ2のね、コントローラーを実際に開封して、試してみた感想っていうのをね、ちょっとお話ししていきました。もしね、この動画がね、参考になっているって方がいたら、チャンネル登録と高評価と X のフォローね、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。スライディングで上がってたんですか？うまっ。120です。うまっ、なんか感じ。あいつはどういう意味だろう。こっち行って、こっち行って。行ってる、行ってる、行ってる。うまくない。くる。かく？やってるね。これあんましてない。2段目いる。上の方行ってる黒いやつ。上がってきてる。入る。ブレーカーじゃね？どこなんでなんだ？入る。無理。お、なんで？やった。